人生研究家、気になるあの人の歴史を今。こんばんは、ニキオカニッキーです。今日は去年史上初 CD を出さずに紅白に出場したYOASOBIの歴史を取り上げていこうと思います。メンバーの綾瀬さんはユニットを組む前、意外な過去があります。そんなお二人、売れてからは芸能人ならではの悩みを抱えることになります。その2つは動画で後ほど触れていこうと思います。それでは早速いきましょう。YOASOBIの結成としては、物語リード .com という小説投稿サイトがあって、そこのスタッフさんから小説を音楽にするユニットをやりたいっていう話を受けたことがきっかけで始まりました。そこからボーカリストとか楽曲の方向性をチームで話し合って、インスタグラムで弾き語りの動画を発見したいくらさんに声をかけて今に至ります。ちなみにこの夜をかけるという楽曲はタナトスの誘惑をモチーフにして書いています。そしてこの曲、ダークな小説になっているようなので、見たい方はぜひ見てみてください。そしてこの曲で一気にブレイクして、ビルボードジャパンで年間総合チャート1位を獲得。累計再生回数は歴代最速4億回再生と爆発的ヒット。そんな2人はまだ結成して1年半だと言います。そのお二人の歴史を振り返ってみましょう。綾瀬さんは幼い頃、祖母からピアノを習っており、次第に音楽の道へと進みたいと思うようになります。当時影響を受けていたのが aiko さんやスキマスイッチ、EXILE です。なんか EXILE だけ系統が違うのではと思うのは僕だけでしょうか。そしてその後は高校も音楽を真剣にやりたいとのことで中退をしています。当然そのことに家族は大反対。それでも俺は音楽で生きていくんだと意気込みバンドを組みました。当時はこんなシャウト系の声も出していたとか。バンド結成はしたものの、なかなか売れず、妹の家に泊まったりしてバイトをする生活だったようです。そんな中、無理がたかったのか体を壊してしまいます。それでも一人で音楽ができないかと思い、ボカロに転身。それが目に留まり、YOASOBIのプロジェクトに参加することになりました。次にいくらさんに行きましょう。いくらさんはもうすでに小学生の時から作詞作曲を始めて音楽活動をしていました。僕なんて小学生とかカラオケデビューもしていません。まあ僕のことなんてどうでもいいですね。そこから中学生になってオーディションを受けたと言います。ほんと早すぎです。しかしオーディションは落選の日々が続きます。ストリートライブをしても罵声を浴びせられたりもしました。そんな中、時間も過ぎ去っていきます。そしてこんな思いが生まれます。夢を叶えるにはいくつもの階段があって、自分の手や足で積み重ねていかなければいけないということ。そこからレコード会社に自分の楽曲を持ち込んだり、SNS でも自分の弾き語りなどをアップしていきます。それが綾瀬さんの目に留まり、オファーをしていくらさんが加入することになります。その時のいくらさんの声の印象は、どこか親近感があり、芯があると綾瀬さんは評価をしています。そこから第一弾として夜をかけるができます。ちなみにこのミュージックビデオの作成費は3000円だそうです。もう錬金術です。ただこの2人の年単位の過酷な努力と音楽への情熱を考えると、お金では換算できないほどの価値だと僕は思います。普
通ならどこかのタイミングで諦めてしまいます。それを音楽が好きという理由だけでここまで進めていける努力は誰でもできることではありません。そんな彼らの今の悩みは有名になりすぎたことなのだそうです。いくらさんは今はまだオンライン授業なのでいいのですが、これから対面での授業になるのでどうなるのか心配だし、恋愛面も冒険がしづらいのだそうです。男性諸君、朗報です。彼女を守ってあげられる方募集中です。とこういう冗談はさておき、綾瀬さんはというと有名になりすぎて盗撮されたり、挙句の果てには男性4人に囲まれてカツアゲリンチというのが頭に思い浮かんだそうですが、そこで男性4人は頭を下げてサインをくださいと言ったそうです。めちゃくちゃ怖いですよね。普通なら振り切って逃げてしまいます。そんな有名になりすぎたお二人、目標は武道館ライブをしたいようです。困難を乗り越え、雨が降った後、虹をかけ、人生の第2幕を開けたお二人、本当にこれからも頑張ってもらいたいものです。今日は以上になります。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは主に芸能人や著名人の歴史を取り扱っています。他にも Twitter、ブログ、ラジオもしているので、もしよろしかったら概要欄の方を見ていただければと思います。それでは、バイバイ。またね。